市中水明診療所の竹です。今日もね、占い TM プロデュースチャンネルを見ていただきありがとうございます。前回で、通編戦も終わりまして、今日からね、日中の転換を見ていきたいと思います。こちらね、通編性が、内面の、ね、性質に対して、こちらはね、あなたの、表面上の性質になります。いわばね、周りから見えるあなた自身ということにもなります。それで、ね、今回は、キノコ行で、陽間の木の絵を説明いたします。それでね、こちらは、大木やね、樹木に例えられます。疾患のやっぱね、第1番目に登場する、木の絵であることから、やはりね、ナンバーワンのことがあります。年とね、地中に根を張って、木の絵の人はね、木のように年を取ることにね、つれて成長して、人を包み込む力があって、真面目で、ね、強い人間になることもできます。またね、木から紙が作られてね、楽器もできますし、服もできることからね、文系の人が多い傾向があります。またね、ぐんと成長していた木はね、切られた後もね、家や家具となってね、役に立ちます。木の絵の人もね、努力することにより、そしてね、末永くたくさんの人に還元できるような仕事をね、やり遂げることもできます。で、このようにこのチャンネルでは、今あなたの本質、伸ばすべき長所と改善すべき短所や、人間関係や価値観、仕事、才能、恋愛、健康、結婚悩みなど、自分自身がね、どういった人物なのか、自分は、ね、どんな性質を持っているかのね、分かるように説明していきますので、自分を知りたい方やね、自分らしく生きたいというような方がね、手助けになるかもしれませんので、最後まで見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。では早速ね、木の絵の特徴を見ていきましょう。見極めて行動ができるということで、どんどん変わっていく現代ではね、周囲を取り巻く木の絵さんであっても、人ですからね、やる気になれば、どのようにでも行動を起こすことができます。自分に合った環境をね、探すために、動くことがね、大切なので、そういう時はね、来た時には、状況をきちんと見極めてね、行動すべきと決断したら、思い切って動いてみるべきでもあります。次はね、周囲に流されないで、基本はね、自然に佇む木なんで、野心がね、強いため、周囲に流されない人物であるのは変わりません。性別関係なくね、姉御肌で悩んでいる人の相談に乗ったり、逆にね、優しい面があって、誰かに頼まれることがあっても、断れない方も、多いです。情けが深い人なんですよね。またね、繊細で過敏な性格なので、人の中を取り持つ役割になることもよくあります。またね、心に傷を負って成長するとね、人の痛みを理解することができるね、リーダーとなる傾向もあります。次へ、見抜く力で、パワフルな反面にね、軽快さと優しさ、どちらもね、持っている性格の人がね、たくさんいるんですけども、まあね、人を見る力に長けていて、物事をね、本質を見抜くことができる才能も持っています。次ですね、感性が違うと対立しやすいで、社交的ね、交際も得意なんですけども、もともとね、強気な一面があるので、どんな性格の人ともね、仲良くできるというわけではありません。物事の捉え方や、感性の違う人とはね、仲が悪くなってしまったり、喧嘩が欲しになってしまうこともあります。喧嘩っ早くて思ったことがすぐ、顔に出てしまうところも、たまにはあるんですけども、そんなにね、物事を執着しないところを、直すと、面倒見が良くなる傾向があります。ここからね、日主が木の絵で、春月生まれの人、2月虎、3月卯、4月辰月の人の傾向であります。日主の、気が強いので、内面は少し自己主張が強いところが目立ちます。一つの物事に対してね、深掘りしていく好奇心が旺盛ですから、ある分野で必ず才能を発揮していく人となります。女性ではね、特にその気質が強いところから、家庭を持った時にね、影響しやすいものなんですね。一見おとなしいタイプに見えるんですけども、一度話し始めると勢いが出てね、なかなかマシンガントークで止まらなくて、人とのね、会話等で察することが苦手でね、人の気を伺うのに疲れているということも多いです。言われるようにね、空気が読めないということもあるようです。周囲に人が寄って来やすいタイプなんですけども、自分一人でいることも、好きなので、その状況によってね、自分の環境を取り巻く環境をね、自分で作ることも大事ですよね。日主が木の絵で、夏月生まれの人、5月実、6月馬、7月羊ですね。で、幼い頃はね、繊細で体を壊しやすい人が多かったようであります。あまり外には出ず、部屋にいることばかりだったのではないでしょうか。長所はね、地頭がよく話をすることが好きで得意な人です。本を読むことやね、音楽が好きで、自分でも詩や文章を書いてみたりね、曲を作ったりすることも好きな傾向があります。一見おっとりした性格にね、見られがちなんですけども、少しね、短期で物事に対して急ぐ傾向になります。自分の好きなことをね、長続きさせるかどうかはね、運を上げる鍵なんですよね。次ですね、日主が木の絵で秋月生まれの人ですね。8月猿、9月鳥、10月犬ですね。空気を読むことが得意でね、人をまとめる力もあります。何でもこなしてしまうことのできる、器用な方なんですよね。
野心が強くてね、運が良くなると大きな成功を得ることもできます。しかしね、才能に溢れているのに結果が出ないでしたり、器用、貧乏な人となることも、ある傾向もあります。性別問わずね、どちらの性でも理想が高いので、なかなかね、理想を変えることができないで、運が、ね、低くなると晩年婚になりやすいです。幼い頃のね、家庭環境や親とのね、関係を時に振り返ることが、進展の鍵です。まあね、これはね、必ずしもね、親と同じ人生を歩めとかね、そういったね、似た人生を歩めということじゃなくてね、あなた自身の人生を歩んだ方が、あなたらしく生きれるかなということですね。以上があるとね、人からの信頼を得て成功する傾向があります。で、次にですね、日種が木の絵で冬月生まれの人ですね。11月、12月ね、1月牛。どんなに大きい木でもね、冬の気温が低い時期にはね、枯れ葉を落として耐えるほかありませんよね。日種がね、木の絵の人はぐんぐん上にまっすぐ伸びていく、芯の強い気象に富んでますけども、そのような調査まで出にくく、物事を決めるのに時間のかかる面があります。時にね、思いついたことを実行してみたりね、自分の思ったことを他人に簡単に話して失敗することも、ある傾向があります。自分に何でも話すのではなくてね、しっかり、他人に何でも話すのではなくて、見極めて話すことと話さないことね、心が出ることと出会えること、そこはね、しっかりわきまえて対応することが大事ということですね。またね、気のいい人はね、病気として、頭に病気を発症しやすくね、頭痛持ちでしたり、他にはね、肝臓、視力、肌とかに健康度合いが出たりします。常にね、頭痛薬が欠かせないという方もね、気の生まれが、多い傾向があります。しかしね、不思議なことに、他町にね、陰の、土の絵があると、頭の病気が全くないという暗示もあります。ちなみに僕もね、気の絵の夏生まれなんでね、なかなか当たってる面もありました。これからね、日中の展開について、ね、お話ししていきますので、皆さんもね、何かしら当てはまることがありましたらね、お役に立てていただけたらと思います。ではね、今日はここまで。次回はね、日中の転換の陰の木のとについて説明していきます。またね、インスタグラムやツイッター、発信情報などでやってますので、どうか、友達かよろしくお願いします。今日はね、見ていただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。